今日私がテストしているのは、ホンダが今年2012年の5月に販売を開始した新型デュアルパーパスモデル CRF250L です。このモデル、コンペティションモデルである CRF450R などのシャープでスポーティーなデザインを引き継ぎ、装備の方も倒立フロントフォーク、アルミニウムスイングアームなど豪華な設定となっています。また価格も税込み価格で45万円を切る設定となっており、大変魅力的な構成となっています。ということで、このモデル、注目されている方も多いと思うんですけれども、今日は一日、このように高速道路、そしてワインディング、オフロードなどを走って、この CRF250L の魅力を探ってみたいと思います。エンジンはホンダのシングルスポーツ CBR250R から引き継いだ 250cc のタンクトエンジンを搭載しています。倒立フロントフォーク、そしてリアのアルミニウムスイングアームなど豪華な装備も魅力となっているわけですけれども、この倒立フロントフォーク 43mm 径のインナーチューブを持つ倒立フロントフォークなんですけれども、ダンパーなどの調整機構はないようですけれども、剛性感も高く、高速道路もビシッとまっすぐ車体を前に導いてくれている、そんな印象があります。リアもペーパー形状の非常に美しい伸びやかなデザインを持つアルミニウムスイングアームということで、リアスイングアームの動きの良さも伝わってきます。前後の足回りは比較的安価な価格設定のモデルにありがちな、前後のホイールがドタバタとするバネした重量の重さっていうのが全く感じられない快適な乗り心地となっています。そしてメインフレームの方ですけれども、こちらはさすがにアルミニウム製とはいかなかったようですけれども、それでも楕円形の断面を持つスチールフレームとなっており、高速道路上こうしてですね、少し、速度を乗せたとしても剛性感の高さが伝わってくる、そんな車体になっていると思います。特徴的なのはやはりエンジンですね。ボアが 76mm、ストロークの方が 55mm ということで、出力の方は23馬力、最大トルクの方は 2.2 キロと、CBR250R のエンジンよりはやや抑え気味となっているんですけれども、アクセルを上げるとぐっと前に押し出してくれる、こういった突きの良さと低中速域の豊かなトルク、そしてパワー、これが魅力だと思います。 DOHC エンジンを搭載しているということで、フロント周りの重さ、特にエンジンのヘッド周りの重さだと思いますけれども、それを感じるという人も多いようですけれども、その分やはりフロント周りも落ち着いてますし、直進安定性は優秀、ツーリングバイクとしてはこれぐらいの設定の方が好ましいんじゃないかなと、個人的にはそう思います。高速道路を降りて CRF250L をワインディングに持ち込んでみたんですけれども、こういったワインディングに持ち込んでみると、この CRF250L の素性というのがよくわかりますね。ショートストロークの DOHC ツインカムエンジンなんですけれども、そのせいもあって高回転域まできれいに回転が伸びていく、そういう感覚が強いですね。タコメーターはついてないんですけれども、伸びやかに回ってくる、そういうフィーリングが非常に楽しいエンジンとなっています。ミッションの関係もあるとは思うんですけれども、オンロード由来のシングルエンジンを搭載しているので、シフトが気持ちよく決まりますね。特にシフトダウンなんかも一瞬のブリッピングでスムーズにつなぐことができる、そういうエンジンになっていると思います。前後の足回り、非常に動きはいいなという印象ですね。ご覧の通り非常にバンピーなワインディングなんですけれども、前後の足回りともにドタバタ感がなく、よく路面に追従してくれている、そういう感じがしますね。ワインディングを走っていてもよくわかるんですけれども、フロントにはやや荷重が多めにかかっている、安定したハンドリングという感じがして、曲がりくねったバンピーなワインディングも軽めのエンジンなどを搭載した、一般的なデュアルパーパスモデルよりはこの CRF250L の方が走りやすいと思います。そういった意味でもですね、この CRF250L、フロントの21インチホイールやオンオフタイヤの組み合わせ、典型的なデュアルパーパスモデルの構成となっているわけですけれども、これだけワインディングを気持ちよく走れるのであれば、17インチの小径ホイールとオンロードタイヤを組み合わせたモタードモデルなんかも楽しいんじゃないかなと、そんな風に思います。ブレーキの方は前後ともに非常に多くの穴が開いたウェーブタイプのディスクを搭載したシングルディスクブレーキとなっているんですけれども、フロントはですね、結構かっちりとした握り心地があって、そして制動力もこの手のモデルとしては意外と早く立ち上がってくるタイプですね。
リアブレーキの方はブレーキの遊びが終わると結構カチッとした硬い踏み心地が足に伝わってくる、そんなチューニングのブレーキになっていますね。この CRF250L の開発コンセプトからすると、ちょっと意外なほどスポーティーな味付けになっているなと、そういう気がしますね。細かい点ですけれども、このメーターユニットに時計やスモードのトリップメーター、なんといってもこの燃料計が搭載されているというのがいいですね。ちょっとした装備ではあるんですけれども、こういったものがついているとやはり利便性は高いですし、毎日積極的に乗ろうという気にもさせてくれるということで、コストパフォーマンスを追求したモデルではあるんですけれども、やはりこの辺りはさすがホンダだなという気がします。はい、CRF250L をオフロードに持ち込んでみました。私はこういった林道をツーリングするのは非常に好きなんですけれども、今鹿がいましたね。私はもともとオフロードのエキスパートでもないんで、例えばオフロード走行の攻めた時の走りはどうなのかということはお伝えすることはできないんですけれども、一林道ツーリング好きの人間からすればですね、この CRF250L 林道でもとても扱いやすいなという印象が強いですね。オンロード由来の CBR250R 譲りのエンジンを搭載しているということで、もっと回転を常に上げていかないと、エンストしやすかったりとか、回転馬力を常に稼いでいかないとダメなエンジンかなと思ったんですけれども、そんなことは全然ないですね。今もエンジンの回転は非常に低いんですけれども、ぐいぐいと車体を前に押し出してくれる力強さもあって、とても走りやすいですね。ハンドリングもとても素直です。足元をすくわれるようなクイックなハンドリングというような感じもなくて、ラインもですね、ゆっくりといけば自由自在に選べるという感じが強いですね。ブレーキはですね、意外とスポーティーな味付けになっているということをお伝えしましたけれども、オフロードではやはりこのブレーキの味付けちょうどいい感じですね。フロントも握り応えがあってですね、比較的早く制動力が立ち上がってくるタイプなんですけれども、それ以降コントロール性が高いので自由自在に林道を走ることができる、そういう感じのブレーキになっていると思います。あとリアブレーキですね。これは結構私は好きな味付けですね。ブレーキペダルの遊びが取れてからかっちりとした踏み応えがあるんですけれども、それ以降のコントロール幅が広い、車体の安定を保つためにリアブレーキを引きずったりすることが多いと思うんですけれども、そういった時もとても使いやすいですね。この CRF250L のクラッチはレバーも軽くて、クラッチがつながり始めてから完全につながるまでの幅がかなりあるようなので、私は普段あまりハンクラッチは使わない方なんですけれども、これぐらい扱いやすいクラッチであればどんどん積極的に使いたくなる、そんなクラッチになっていると思います。排気音が静かなのもいいですね。先ほど鹿に遭遇しましたけれども、こうやって自然の奥深く入り込むようなこともあるバイクですから、そんなにストレスをですね周囲に与えないで済む、歯切れはいいんだけど穏やかな排気音というのはありがたいですね。こうしてですね、今日一日高速道路、ワインディング、そして林道と、この CRF250L が想定しているさまざまなステージを走ってみたわけですけれども、どのステージにおいても弱点らしい弱点が見当たらないバイクということで、よく考えてみればエンジンの方はコストがかかる4バルブ DOHC、 そしてフロントフォークはこれもコストがかかる倒立フロントフォーク、さらにリアは軽快によく動くアルミニウム製のスイングアームを採用しているということで、この CRF250L 税込みで45万円を切る価格というのがクローズアップされがちではあるんですけれども、決して安かろう悪かろうのバイクではなくて、実にホンダらしい、よくできたバイクだなと思います。